先代と一緒に小豆プリンを味わえなかったのが心残りか？図星だろう。何が言いたいの？穂波の平和な街並み、路地を漂う小豆プリンの香り、それら全てが偽りだと知っているはずだ。私の幻ではお前を欺けない。昨夜の巫女よ、お前を騙しているのはお前自身だ。幕は上がっている。いっそのこと最後まで演じきってみてはどうだ？さあ、どうする？昨夜の巫女よ、来た時の悔しさを忘れるな。救えなかった命を、彼らの最後の悲鳴を。ずっとわらわを監視しておったのか？歴代の巫女の中でもお前は特別だ。なぜならお前だけだからだ。鈴を通して闇に沈む未来を覗き見ることができるのは。これは。話は聞いているだろうが、それを教えた者たちは漂白者のこれまでの歩みを詳しく知るはずがない。漂白者。これは。名式。さあ、次の幕へ赴く準備をしようか。動揺することはない、ひゆき。その心に潜む無意識の造母が私とは逆の道へ導いてくれるだろう。その足で道を歩んでこそ我々を理解し認め、お前自身の過ちに気づくこと。お前の想像通りだ。今週も穂波と同じくかつては名式の脅威にさらされていた。ただ今週の危機は無事に収束したのだ。そうだった。私は他者の功績を否定する気も、彼らが払った犠牲を隠す気も。この方、確かに約束通りの切れ味をしておる。ラハイロイでのことが終わり次第、疑うことはない。これは紛れもなく陰謀だ。お前が心の奥底に封じ目を背けてきたもう一つの道、それをこうも赤裸々に突きつけるのだ。これを陰謀と言わずして何という？前へ進むがいい。道は前にしかない。逆さまの塔、以前報告書で見た。ここと同様、名式に蹂躙された地。
崇める国で名式レビアタンが一人の聖女を育て上げるとは、あまりに荒唐無稽な喜劇だと思わないか？その報告書には目を通した。名式が裏で糸を引いていたのだ。もちろんだ。私は名式から天秤を揺るがす重りを得たのだ。融合か。そうだとも。この聖女は名式の力を自分のために使う可能性を示してくれているのではないか？これはインペラトルの最後だ。お前が知っている通り、採取でさえ人類の頼みとはなり得なかった。お前もその身を投じ、リナシータの終幕を肌で感じてみるがいい。リナシータの終幕には私自身も一役買った。未熟な部下たちを放っておくわけにはいかないからな。泥沼を照らす一面の輝き、そこで人々は答えを得た。まるで夢のような光景だ。あの時芦野原もこうであれば。かつてどのような時も漂白者は救済を果たしてきた。もしわらわにも同じことができておれば、芦野原は少しばかり余興といこうではないか。遅い哀れな雪の時、油断してはならぬ。わらわの後ろに立つのだ。面倒だ。衆生の願い、子供に宿す。安全、傷は浅い。無駄なことを逃げようとて遅い。浮世初雪のごとく儚き。散りゆく定め。もっと鋭く研ぎ澄ませておれば、あるい心を乱されたか。気が早い。終幕はもう目の前だというのに。さあ行くとしよう。さて、感想を聞かせてもらおうか。これを見せた意図はそなたらフラクト氏ですよ。あの聖女のような融合を再現したいのか。そなたの狙いはあくまでもわらわが名式の共鳴者となる未来であろう。否定はしない。何しろ歴代の昨夜の巫女の中でも鈴を通して名式と絡み合う未来を鮮明に見通せた者は一人しかいない。それはお前の才能であり素質だ。そのようなものはただの危険な呪いに過ぎぬ。
芦野原の伝説やコレクティブの調査報告で漂白者のことは知っているだろう。同じ救世主としてお前の彼に対する評価を聞きたい。強い。もっとはっきり言えばよいものを。芦野原で敗北を重ねてきた自分とは違い、あの者は完璧な救世主だと。だが所詮この世に漂白者は2人といない。彼はコンシューとリナシータを救った。だがホナミはどうだ。ソラリスには救世主の光が届かない闇が至る所にある。ホナミのように。昨夜の巫女よ、才能あるお前にとってあれがもたらす呪い程度大した問題ではないかもしれない。だが持たざる者はソラリスには今より多くの救世主が必要だとは思わないか。だからこそ私は名式を利用して救世主を作り出すのだ。つまり漂白者が名式の力を利用したようにと言いたいのか。思考はしたとも。だがフルールドリスの出現は万に一つの偶然に頼るほかなく、ミアの誕生も結局はレビアタンの妄想に過ぎなかった。最後にリナシータへ現れたあれでさえ所詮は退屈で空虚な抜け殻。だがお前の協力があれば話は別だ。ひゆき、お前が漂白者のように名式の力を使えば全てが変わる。ホナミが無様な姿になることはなかった。芦野原は真の救世主を迎えられるだろう。認めざるを得ぬ。その提案には抗いがたい魅力がある。確かにわらわは名式への復讐を望んでおる。そのためには今以上の力が必要だ。ラハイロイにとどまったのは名式を切るに足る刃を求めてのこと。だが復讐のために人としての尊厳を捨て仇敵と手を組むわけにはいかぬ。ここホナミは幾千万もの屍が積み重なった廃墟だ。無念のうちに死んでいった者たちに聞いてみるがいい。人としての尊厳がどれほど重要だったか。きっと彼らは生きていたかったと答えるだろう。平成の称号を冠する昨夜の巫女よ、お前は自分の限界を知っているはずだ。数えきれないほどの失敗を重ね名式と戦いながらかろうじて芦野原を守ってきた。だがこの先はどうだ。所詮お前はあの者のように完全な救世主ではない。お前が倒れたら誰が鈴を受け継ぎ再び孤独な袋小路を歩むというのだ。それに私なら先代の巫女の話もできる。杉氏人の身とはもろく壊れやすい。そこで良い提案があるのだが。ニューラルネットワーク接続完了。戦術モデル構築済み。表明者のバイタルサイン検知中。同調完了。言い切った。未来のために。
行こう。影に溶ける。消え去れ。静まれ。テスト完了。共鳴同調率のデータを記録中。コックピットを開放します。マニュアルに従いシステムから退出してください。少しめまいが。エイミスが言ってたな。明式のブラックホールの奥深くにあるボイドスペースは万華鏡のような高次元空間だと。ここの時空は確かに連続性がなく混乱している。ゲートの向こうがアレフ1のあの人たちはコレクティブと同一族の衣装を着ている。手を挙げて何かしてるようだが、あの周波数はエイメスか。エイメス！原点の光は私たちが支える。どこへ連れて行くつもりだ？
これはあれは俺に何か情報を伝えようとしているのか。アレフ1は人間以外のものにはあまり興味がないように見える。かつて名式に飲み込まれあの子気をつける。バニャ聞こえるか。ここはわらわに甘い。行こう。悪を切り捨てる。行こう。行こう。甘い。あの子気をつける。バニャ聞こえるか。ここはわらわに任せる。行こう。行こう。甘い。行こう。油断してはならぬ。ダメです。わらわがいる。構わん。
このブロックを使って上に登るぞ。あれに食べられちゃいますよ。ごめんなさい。私でも本当にダメなんですよ。逃げられるようにしたのに。俺をボイドスペースから押し出したのはやはりダーニャだったな。あれそうさて、お遊びは終わりにしようか。いい子だ、こちらへ来い。食べないで。私は食べないで。今の様子だと完全に操られているわけではないようだ。わらわたちを阻んでいるのはダーニャ自身の意志であろう。行こう。まずは上へ。あ、ここでずっとダーニャを見守ってたのか。うん。俺が力を貸す。案ずるな。ここはわらわの手で。なぜより簡単な未来を捨てたのだ。あなたのコレクティブも無意味なことばかり。荒波を押し戻せ。遅い哀れな。黄泉とは絶す。帰る術なし。雪花となりて知れ。雪なり。もう諦めたらどうでしょう。
案ずるの傷は浅い。油断するの下がってる。待ちきれぬか。放た下がるか。まだまだ間に合うのに。血も突き落とす。どうしたらいいんですか。主情の願い、この身に宿され。風が今波となる。嵐よ、俺に力を。悪霊はこの手で裁く。わらわに任せるがよい。逃げようとて遅い。雪よ、初雪のごとく儚し。散りゆく定め。雪なり花さ血も突き落とし。舞い散る桜よ、すべてわらわのもとに。雪の時、下がるがよい。全部無意味なんです。エクソストライダー。ボイドマターに飲み込まれた人たち。早くこっちへ。エクソストライダーのエネルギーは残り少ないけど、できるだけあなたたちを守るわ。あ、この周波数はダメ。あなたたちの存在はもう。ここはどこ？ボイドストーンに飲み込まれて死んだのか。ボイドスペース、より高次元の世界。我々の存在が分解されていく。時間が空間が
意味を失ったってこと。誰の姿は見えない。でもあなたのことは感じられるわ。ここでは声が届かない。それでも思考は満ちている。俺たちの命は虚無の中で終わった。エクソストライダーの声が聞こえたからあそこへ行きたいの。時間も空間もここでは意味がない。永遠にたどり着けないエクソストライダーがラフェロにとって重要なのは知っている。どうやってごは解明できないの。だよ。でも私たちは未知の境界に触れるために星の海の下まで来たんじゃないのか。これは長き探求において新たな一歩に過ぎない。あなたたちこれが私たちの足跡。エクソストライダーを原点とした時空間座標。でもブラックホールの中でどうやってマーキングを。
クソストライダーの周波数が減衰中。完全に沈黙していきます。疑似ドライブの状況は？構築はほぼ完了しました。あとは最後の構成データだけです。エクソストライダー食べたの？我が体内では今人類の心臓が拷問と脈故に私は彼らと同じ言葉をすることがない。本来運命など育むはずもなかった人間、境界への悪なき探求が新たな集団意識を生み出した。その意識が私を選んだ。使命のためにあれはやっていた。この星の生命もまた宇宙を探求する権利は許さん。あまたの文明を上を癒す風としか見ていないお前に彼らの意志を理解することなどできない。限界発令研究の探索の果てが永劫のそばであったとしてもあれはま断じて無意味なものではない。決断の時は来た。グローブ系統音楽シルバー
たちが得た経験は必ずや今後の人生に生かされることでしょう。明式の移転発生源に最も近かったヤートルーズでは一部の建物が損壊しましたが、被害は許容範囲内にとどまっています。オイドマターロードの低下に伴い、ロイ一族はより広大な区域で活動できるようになるでしょう。一度はオイドマターに覆われたラハイロンですが、探索者たちの選択によって回復しました。未来に通ずる道は開かれています。いつか星々にたどり着き、私たちは先へ進めるでしょう。姉上はきっとこの先に。これは穂波における最後の払い。残るはこの務めを果たすのみ。本当に随分と待たせてしまった姉上。やっと来る気になった？はい、長いこと待たせてしまい申し訳ありません。覚悟は決まったの？はい。今なら私を殺せる？はい。おや？うちのひゆきちゃん自信満々ね。刀も抜かずに私を払えるとでも思っているの？これでも永世咲夜の巫女を育てた先輩なんだから、もう少し敬ってほしいものね。姉上がわらわになさったことは教育と言えるのですか？かかってきなさい、永世の巫女様。落ち着きなさい。出ないと手元が狂うわよ。これ習いたくないのです。じゃあ何ならやってみたいの？この子きっと高名な車種になります。あれは刀を握る手。来世の話ね。刀なんて握らせるべきじゃない。違う？あら、随分と腕を上げたのね。ひゆき、鈴の宿命になど囚われることはないのね。ひゆきは自分の未来を進みなさい。行くわよ、ひゆき。この一振りを超えたらきっと明日は来るわ。